皆さんこんばんは、ブリです。いつもは Vlog を投稿していますが、今日はちょっと気分を変えて、いつもと違った動画にしてみました。今日は名刺代わりの10冊ということで、私が影響を受けたり、心を動かされた本を厳選して10冊ご紹介したいと思います。皆さんの本選びのきっかけになれたら嬉しいです。まず1冊目は桜庭和樹さんの少女七かまどと7人のかわいそうな大人。この本は私が中学生の時に出会った本で、桜庭和樹さんの本を好きになるきっかけになった一冊です。ひときわ美しい容姿を持った少女七かまどと、その友人のこれまた美しい少年雪風の2人を中心とした物語で、文章の美しさと少年少女の儚さがとっても私の心に刺さりました。私は文章が美しい小説が好きなんですが、そういった小説が好きになるきっかけにもなった作品です。一冊目に挙げるだけあって、折に触れて何度も読み返している大好きな作品です。二冊目は三浦紫音さんの月魚。この本と出会ったのは確か中学か高校の時だったんですけれども、こちらも文章と物語に漂う雰囲気の美しさに心を奪われた作品です。物語は無休堂という名前の古書店を中心に2人の青年の複雑な関係や繊細な情感を描いていて、ノスタルジーの中に不思議な透明感があります。ほんのり BL っぽい表現があるので、そこが苦手じゃなければぜひ読んでいただきたい一冊です。3冊目は久保みすみさんの青天の迷いクジラ。比較的最近読んだ本で、以前の Vlog でも少し紹介しました。大まかなあらすじとしては、全てが立ち行かない、どうしようもなく苦しい環境に身を置く、生い立ちも年齢もバラバラな3人が湾に迷い込んだクジラを見に行くというお話です。3人の過去がまるで自分が体験したかのように苦しくて、久保さんはそういったやり場のない感情を書くのがとてもうまい作家さんだなと思います。もがき苦しんだ果てに訪れるかすかな希望が読者の疲れ果てた心を照らしてくれるような、そんな作品です。4冊目は川上美恵子さんの夏物語。こちらも比較的最近読んだ作品で、川上美恵子さんが書く文章の力に圧倒された作品です。小説家を目指して大阪から上京した主人公の夏子が38歳になった頃、自分の子供に会いたいと思い始めます。子供を産むこと、育てること、命の意味への切実な問いを丁寧に描いた作品です。言葉でなかなか言い表せないのですが、この世に生まれることへの根本的な疑問を真正面から捉えようとしていて、その力強さに私の心も引っ張られるような感じがしました。5冊目は凪良優さんの汝星のごとく。私が初めて読んだ凪良優さんの作品です。本屋大賞を受賞して話題になっていたのは知っていましたが、もっと早く読めばよかったと後悔しました。瀬戸内の高校生の男女が主人公の物語で、どうにもできない家庭環境や成長するにつれて不自由になる心に苦しくなりながらも、最後まで読む手が止まりませんでした。2人が選んだ愛の形がどのような結末を迎えるのか、ぜひ続編の星を編むも合わせてその目で確かめていただきたいです。6冊目は小川糸さんのライオンのおやつ。若くして余命を告げられた主人公の雫が最後の時をホスピスで過ごすのですが、そこで生まれた人間関係やおやつをめぐるエピソードがとっても温かい物語です。死を単なる悲しみとして捉えない優しい視点に心が溶かされていくように感じました。忙しい毎日で自分の心が見えにくくなってしまった時、立ち止まって日々を慈しむ尊さを教えてくれる素敵な作品です。7冊目は桜庭和樹さんの私の男。またまた桜庭さんの作品です。
10冊全部違う作者にしようと思っていたんですが、どうしても1冊に絞ることができなかったので2冊入れさせてください。この物語は一見おとなしそうな若い女花と、優雅だがどこか裏ぶれた雰囲気を持つ父親純子の家族を超えた危うい愛と、過去に犯した罪の重さが充満する濃密な作品です。面白いのは物語が進むにつれて時系列を遡っていく点です。好き嫌いは分かれそうですが、徐々に明らかになっていく過去と物語全体に漂う湿度高めな大敗的な雰囲気がハマる人にはハマる作品だと思います。8冊目は小川洋子さんの薬指の標本。私は小川洋子さんの静筆で美しい文章が大好きです。読んでいると背筋がすっと伸びるような、そんな文章だと思います。表題作は標本技術士の男とその男の標本室で働く女性の話で、美しさの中に不穏で薄暗い空気が漂います。楽譜に書かれた音、愛鳥の骨、やけどの傷跡など、人々が持ち込むものを標本にする仕事。奇妙でひそやかな雰囲気に潜む狂気にどっぷりと浸かれる作品です。9冊目は江国香織さんの流しの下の骨。主人公の琴子は姉2人、弟1人の4人兄弟で、両親を含めた6人家族。少し変だけど温かい家族の穏やかな日常を眺めている、そんな感じです。大変な事件が起きるわけではないけれど、それが心地よく心がすっと落ち着きます。弟の律が他人のグレープゼリーをいきなり素手でつっつくシーンがあるんですが、そのシーンがなんでか私は大好きです。最後10冊目は金子みすずさんの童謡集私と小鳥と鈴と。この本だけ小説ではなく童謡集になります。金子みすずさんの作品は小学校の教科書で初めて触れました。そこに載っていた不思議という詩がずっと頭に残っていて、後にその詩が収録されているこの本を購入しました。小さい時に父に、私が見ている赤とお父さんが見ている赤が同じだってことはどうやったらわかるのと聞いたことがありました。しかし父は私の疑問があんまりピンときていないようで、私はもどかしい思いをしたことがありました。そんな時に出会った不思議は、そんな私の気持ちを代弁してくれているような気がしました。収録されている作品はどれも素敵で、あまりにも素直で優しい祈るような言葉たちが疲弊した心にじわっと染み渡るような、そんな作品集です。以上の作品たちが私の名刺代わりの10冊でした。どうでしたか？皆さんの興味が惹かれる作品はあったでしょうか？少しでも読書の参考になったら嬉しいです。また皆さんの名刺代わりの本もコメントで教えてくださると嬉しいです。私も今後の読書の参考にしたいと思います。それでは続きの動画は読書 Vlog になりますので、ぜひ最後まで見ていっていただけると嬉しいです。